今度は地中海の東側ですね。ギリシアの方へと舞台を移します。今、黄緑色で示したところがアンティゴノス朝マケドニア。どこ見てんだ？こんなの聞いてねえぜ、おい。はい、この2人ですね。というかシチリア島ですね。年寄りだからといって甘く見るでないぞ。はい、というわけで今絵をポンポンポンと3つ紹介しますが、ごきげんよう、世界史の時間です。第二次ポエニ戦争、その一番の山場だったのがカンネーの戦いだったんだけれども、それを相前後してマケドニアとシラクサがローマから離反したなんていう話を前々回ですかしたんだけれども、その2つの国はこれからどうなっていくのか、そんな話を今日はやっていきたいと思います。はい、というわけでおさらいですが、カンネーの戦いは南イタリアの今からちょろちょろ流れているこの川、アウフィルス川っていうけれども、この川のほとりで行われました。カンネーの惨劇なんてね、いう風に今書いたけれども、ローマ軍この1回の戦いで6万人が殺され、そして1万人が捕虜となりました。これまでに4回連続で負けているので、ローマの兵隊本当にいなくなっちゃったわけです。大変なことになったね。はい、まずはマケドニアについて。時代はちょっとだけ遡るんだけれども、カンネーの戦いの1個前ですね、トラシメヌス湖畔の戦いっていうのが前217年にありました。で、これでローマは負けるわけなんだけれども、完敗するわけなんだけれども、その情報を聞きつけたマケドニアの王様ピリッポス5世は、ローマに対して反旗を翻し、そしてイリュリア地方を占領することになります。この人がピリッポス5世。なんか鼻が欠けちゃってかわいそうなんだけれども、この写真ちょっと使っていきたいと思います。でね、イリュリアって覚えているだろうか。デメトリウスという聖主っていうか王様っていうか、ローマが後ろからお膳立てっていうのかなして彼が王様になっていたイリュリア王国ってあったんだけれども、彼はローマに対して反旗を翻します。で、第二次イリュリア戦争ってのが起きたんだけれども、これによってデメトリウス負けちゃうわけですね。で、隣の国マケドニアに逃げていってピリッポス5世の保護のもとにあったわけなんだけれども、デメトリウスとしてはイリュリア地方をローマから取り返して再び王様になりたいわけです。だから野心家のこのピリッポス5世を一生懸命煽って、今ですよ、チャンスですよ、やっちまいましょうよとけしかけたわけですね。で、それに乗っかったピリッポス5世がローマに対して戦争をふっかけたというよりは、ローマが介入していたイリュリア地方を奪い返したということですね。ローマとしては本当に面白くない状態なわけなんだけれども、いかんせんハンニバルがイタリア半島の腹の中で大暴れしているので、イリュリアまで兵隊を送る余裕がないわけですね。そんなこんなで前216年にカンネーの戦いがあり、ローマは絶体絶命のピンチに追い込まれるわけですよ。するとその翌年ですね、215年ですね、前215年、なんとハンニバルとピリッポス5世が同盟を結んでしまいます。これを本当にまずいというので、ついにローマもマケドニアに宣戦布告することになります。これがまたその翌年の前214年ということになるけれども、こうして第一次マケドニア戦争が勃発するわけです。はい、というわけで久しぶりに地中海全域ちょっと見せてみたわけなんだけれども、前回はヒスパニアですね、こっちの方を舞台に物語が展開したわけなんだけれども、ちょろちょろ流れているのがエブロ川とバエティス川、この川2つの川が大きな舞台になったわけですね。そして3つの都市、サグントゥムとカルターダシュト、そしてカストゥーロ、この3つの都市が大きな舞台になったわけですね。そこから今度は地中海の東側ですね、ギリシアの方へと舞台を移します。はい、今黄緑色で示したところがアンティゴノス朝マケドニア、そしてもうちょっと明るい緑色、黄緑色だな、この辺とかこの辺とかこの辺とかで表したところがマケドニアに従属する地域です。属国って言っちゃってもいいかもしれません。なんて感じで
今のギリシアにあたる地域ですね、エーゲ海周辺っていうんだろうか、は、ほぼアンティゴノス朝マケドニアの支配権になっている、勢力圏になっている。一方、濃いピンクで示したところがローマの勢力圏。そして、薄いピンク、明るいピンクで示したところが九段のイリュリアにあたります。こんな感じで、イリュリア地方をピリッポス5世が奪ってしまうと、ハンニバルがやってきて、この2人の間に同盟が結ばれました。これを機に第一次マケドニア戦争が勃発することになります。宣戦布告したとはいえ、もはやローマに主だった兵隊はおりません。ハンニバルは未だに腹の中で暴れています。一方マケドニアなんだけれども、実はイケイケどんどんってわけにはいかなかったわけですね。というのも、ここに至るまでにかなり強引にその勢力を広げていたようで、だから周囲のギリシア人からはかなり反感を食らっていた。なのでローマがマケドニアと戦うぞということになると、対立していたギリシア人のアエトリア同盟とか、覚えているかな、ペルガモン王国、ヘレニズム国家の一つですね。結構強大な国だったけれども、ここの王様アッタロス一世なんかがローマと一緒に同盟組んでマケドニアに宣戦布告するわけですね。こうしてみると、今度はマケドニアが三方から囲まれる形になって、逆にやばい状態になっております。というわけで、案外戦局は膠着しちゃうんですね。ほぼ戦いが行われない状態で睨み合いが続くことになります。この人がアッタロス一世。首しか残っておりませんが、さすがなんかヘレニズムって感じで綺麗な像が残っているよね。これ大理石かな？素晴らしい。どこ見てんだ？こんなの聞いてねえぜおい。なんて感じでちょっと強引なセリフをくっつけてみましたが、赤いところがペルガモン王国で、水色のところ、青いところがアエトリア同盟です。本当にローマ、アエトリア、ペルガモンって感じで三方から囲まれてるね。これマケドニアやばいな、本気でやったら。どうなっちゃうんでしょうか。この話ちょっと先取りになってしまうんだけれども、10年後のお話ですね。前205年のことです。ハンニバルは相変わらずイタリア半島で頑張っていたけれども、その周辺ですね、前回もヒスパニアの話をやっていたけれども、カルタゴ軍はローマ軍にボンボン負けていくわけですよ。ヒスパニアなんかひどい状態だったわけですね。で、そんな劣勢の状態を見たピリッポス5世は、なんとローマと和睦を結んでしまいます。条件としては、マケドニアがイリュリアを手に入れる。その代わり、ハンニバルとの同盟、条約を破棄するということを決めちゃうわけですね。で、勝手にハンニバル見限ってしまうわけです。こうして第一次マケドニア戦争は、どちらかというとマケドニアの優勢で終結することになりました。はい、次はシラクサですね。覚えているでしょうか。第一次ポエニ戦争。きっかけは、このシチリア島でマメルティニと呼ばれた傭兵部隊がメッシーナという町を拠点に大暴れしていて、それに助けを求めた。シラクサがローマに助けを求めた。カルタゴにも助けを求めた。これが原因で第一次ポエニ戦争始まっちゃったわけなんだけど、シラクサはローマ側についてカルタゴと一緒に戦ってくれたので、滅ぼされることはなく、ちゃんとなんていうのかな、同盟国っていうのかなという形で生き残ることができたんですね。属国にされなかった。属州の一部にされなかったわけです。で、そのまま一応平和に過ごしていたんだけれども、この時の王様がヒエロン2世だったわけですね。アルキメデスの親戚ですよ。だけれども、カンネーの戦いの次の年です。前215年にヒエロン2世、お亡くなりになりました。享年90歳だそうです。すごいね。長生きしたね。でね、孫でまだ15歳だったヒエロニムスという人が王位を継ぐんだけれども、この人即位後わずか1年で暗殺されてしまいます。大混乱になってしまいました。これヒエロニムスが暗殺される図らしいけど、どうもヨーロッパで中世の頃に描かれた羊皮紙の絵みたいですね。とにかくカンネーの戦いの後でしょ。シラクサとしても、このままローマについていて大丈夫なの？カルタゴに寝返った方がいいんじゃないの？なんていうような、そういう混乱の中でヒエロニムスは暗殺されているんですね。というわけで、カルタゴから熱烈なラブコールが届きます。カンネーの戦いで、ローマ側、ほぼ壊滅状態ですよ。間もなく滅びますよ。
いいんですか、ローマ側についていて。カルタゴに寝返ればあなた方にも未来が約束されています。でもローマ側としてこれからもカルタゴと敵対するというならば分かりますよね、なんていう風に言われるわけだよ。一方ローマとしては、俺を裏切ってカルタゴの方に着いたらどうなるか分かってんだろうな、永遠に恨み続けるからな、お前なんか許さねえぞ、なんて感じで言われるわけですよ。でもね、結局白草はローマを裏切ることにしました。これが前214年のことです。こうしてローマ軍は白草を包囲し、戦争が始まることになるわけですね。というわけで、白草包囲戦、追っ始まるわけなんですが、白草の町を守るその指揮官には、なんとアルキメデスが就任します。もう、おじいちゃんだったはずだし、いや、そもそも軍人さんじゃなかったはずなんだよね、この人。学者さんだもんね。なのに、彼が、防衛に当たることになるんだけれども、おそらくは生前のヒエロン2世、親戚のヒエロン2世から、白草の町は頼んだよ、なんてね、俺がいなくなった後は君が守っておくれよ、なんて感じで頼まれていたんでしょう。で、彼がその防衛に買って出たっていうのは、指揮を買って出たわけですね。一方でローマ側なんだけれども、コンスルのクラウディウス・マルケルルスという人が指揮に立ちます。白草を包囲することになるわけなんだけれども、この人、ローマの剣と呼ばれた人です。ファビウス・マクシムスって覚えているかな。クンクタトル、グズとかノロマとか言われながらも、結局彼の戦法が功を奏し、カンネーの戦いの後、ハンニバルは全然うまく活躍できないっていうのかな。むしろイタリア半島の中に閉じ込められちゃって動けなくなっちゃう。そんなファビウス・マクシムスの戦わない戦法っていうのかな。まともに戦わない戦法。クラウディウス・マルケルスはこの戦法に従って戦いはするんだけれども、ガチンコで正面衝突はしない。ちょこちょこっと戦って負けるか勝つか分かんないんだけどね、勝ち負け両方あったみたいなんだけれども、決定的な勝ちも決定的な負けもせず、ずーっとハンニバルを悩まし続ける、そんな人だったんですね。で、そんな人が、マルケルルスが今回は白草包囲戦に加わるというか、彼が指揮をすることになったわけです。はい、この2人ですね。左側がアルキメデスで、右側がクラウディウス・マルケルルス、言いにくいな、ですな。はい、というわけで、白草というかシチリア島ですね。これ改めて見てみると、やっぱり重要な拠点だな、シチリア島って。なんか今ちょっと BGM がうるさいですが、シチリア島の片隅っていうんですかを白草が支配している、この部分を支配することをローマに認められていたんだけれども、カルタゴから見たらローマへ行くためにはやはりこういうルートとかこういうルートとか陸伝いに行きたいわけですよ。当時羅針盤なんかなかったから、沖合にえいって出ちゃうと迷子になっちゃうわけですね。陸地が見えないで沖合にポーンと出ちゃうとどっち進んでいいか分かんなくなっちゃうので、基本的にはこの陸伝いに行くことになるんだけれども、今ここローマに取られちゃっているわけでしょ。だからここを取り返せればかなり有利になる。で、さっきも地中海全域の地図を見せたけれども、領域見せたけれども、シチリア島ってど真ん中にあるわけですよ。もうだからここを支配するのにはもう絶好の拠点になるわけですね。カルタゴとしては何としてでもここを取り返したかった。一方でこの辺にハンニバルが一生懸命いて頑張っているんだけれども、彼に補給を与える支援をするためにも、ここはぜひとも手に入れたいわけですよ。ここ手に入れないといけないんですね、ここへね。支援できない。もうそういった意味でもこの白草を仲間に引き入れること、シチリア島を取り返すことっていうのは最重要課題になっていきます。年寄りだからといって甘く見るでないぞ。悪いが手加減するつもりはない。なんて感じでね、シチリアと白草へと攻め込んでいったマルケルルスなわけなんですが、このアルキメデスが奇策を練るのよ。何せ彼は科学者でしょ。いろんなね武器を発明するんですね。ですが結局2年にわたる白草包囲戦も白草の敗北で終わります。ついに陥落し、町は略奪されてしまうんだけれども、このどさくさの中でアルキメデスも殺されてしまいました。これね、新兵器って今ここに書いたんだけれども、例えばアルキメデスの鍵爪とかね、
アルキメデスの熱光線とかね、こんなね、新兵器発明したらしいぞ。現実的なところでは、80キロの石を飛ばせるような巨大な投石機とかね、この辺はね、本当にあったみたいなんだけれども、問題は前者2つですね。アルキメデスの鍵爪と熱光線。これどんなものだったかというと、はい、というわけで今、絵をポンポンポンと3つ紹介しますが、まずこれがアルキメデスの鍵爪な。ないわな、これ、明らかに。つまり、城壁からぬっと腕が出てきて、ローマの船の鼻先、火掴んで持ち上げて沈めちゃうって言うんだよ。無理ですわな、これは。なんか、伝説で、これがアルキメデスの熱光線。ここに太陽あるのわかるかな。ここからビーッときた太陽光線を鏡に反射して、敵の船、ローマの船に当てる。それで燃やすっていうんですね。で、これに関しては実証実験をやった特別番組、テレビの番組があったんだけれども、30メートル離れた敵の船っていうかね、物体に対して、これ今1個しかこの絵には映ってないんだけど、いくつもね、何十枚もの鏡を用意して一点にその光を集約すれば燃えるんじゃないかとやってみたら、実際ね、焦げたらしいな。火はつかなかったらしいけど。なんて感じで30メートル離れた物体を焦げさせることはできたようですね。でも30メートルだったら、火をつけた弓は撃った方が手っ取り早いわな。でも、考えてみたら、太陽の光をね、鏡でこう向けて敵の船に当てると、ローマの兵隊たち眩しくってなかなか攻撃しづらいわな。そういった意味の効果はあったかもしれない。真偽のほどは別としてっていうことですね。で、最後これですね。多分、ここにいる人がアルキメデスだと思います。巨大な投石機があって、これで巨大な石をボン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 打ち出して、ローマの船を沈めていったと。相当これで頑張ったようだね。でも結局ね、アルキメデスも殺されてしまいました。マルケルルスはアルキメデスが超有名な科学者だっていうことは知っていたので、絶対殺すなと、捕まえて連れてこいと、そういう風に兵隊たちには申し付けておいたらしいんだけれども、そもそも兵隊たちはアルキメデスがどんな人かは知らないわけだよ。でね、一人の兵隊がアルキメデスの家に入っていくと、ちょうどアルキメデスは砂の上に図を描いていて、そこに夢中になって何か考え事をしていた。兵隊は、お前は誰だ、名を名乗れという風に言ったんだけれども、おじいちゃん考え込みすぎちゃって全くシカトしてしまったんですね、兵隊のことを。そうしたら兵隊さんは怒ってアルキメデスのことを殺しちゃった。で、後でこの人があの有名なじいちゃんだってことを知ってね、マルケルルスも本当に激怒したらしいな。なんてことをしてくれたんだと。こんな貴重な人物を殺してしまうなんだ。もうどうにも後戻りできない。というわけで、殺してしまった兵隊さんは二度とマルケルルスの前には現れなかったそうですね。っていうか、マルケルルスが俺の目の前にあの兵隊をよこしてくるなと、二度と見たくないと言ったそうです。はい、というわけで、マケドニアとシラクサの戦い、お送りしたわけですが、いかがでしたでしょうか。楽しかった、ためになったと思ってくださった方、チャンネル登録忘れずにお願いいたします。作っている本人、とても喜びます。さて、第二次ポエニ戦争も随分長いことやってきたんですが、そろそろ締めくくりたいかなと思っております。とはいえ、あと1回で終わりそうにないね。2回ぐらいかかるかな。交互期待。ごきげんよう。さようなら。